皆さんこんにちは。今回は前回韓国の Vlog を上げたんですけど、そこで購入してきたものをいろいろとご紹介していこうと思います。スキンケア、アパレル、あとは雑貨系とかかなをメインで買ってきたので、いろいろとご紹介していこうと思います。今回初めて行ったお店も結構あったんですけど、ずっと行きたかったレクトとか、あとは気になってたこのシサオだったりとか、あと私がすごく好きなブランドでキンダーサルモンっていうブランドがあるんですけど、それとか、あとは最近オリアンの新しい携帯が出て、この N っていうオリアンで買ったものとかいろいろ紹介していこうと思います。まず一番最初にアパレル系から行こうと思うんですけど、こちら、これ私がすごくインスタでリサーチしていて、以前カンナムにある百貨店でこのキンダーサロモンのアウターを買ったことがあって、で比較的結構お値段が優しめ、アウターで5万ぐらいだったかななんですけど、でずっとその店舗本店みたいなところに行きたくって、今回行ってきました。キンダーサロモンはちょっと外れにあるのでタクシーで行ったんですけど、なんかカタログとかもいただいて、本当にいろんな可愛い服がたくさんあったんですけど、私身長ちっちゃめなので、ほとんどの服が大きくて、あんま似合わなくて買えなかったので、今回買ったもの、こちらです。もうね、袋が可愛い。で、なんか何を買おうかなってもう買う気でしか言っていなかったので、買ったものがこちらです。じゃーん。バッグです。ちょっとすでに使って汚れが発生してしまっていますが、中はこんな感じ。ポケットがついていて止めれるようになっているので、私は本当にちょっとそこらに行くときにスマホとカメラ GR と財布と鍵だけ入れて持っていくのにすごくちょうどいいサイズのバッグを買いました。ナイロンもあるよってお姉さんに言われたんですけど、ナイロンがブラックしか確かなかったので、ちょっとこういうなんだろうな、カジュアルめの生地の方の白にしました。一応キンダーサロモンネットでも買えて、日本からでも買えるので、日本からでも買ってもいいかなと思ったんですけど、ちょっとまだ気になってるバッグとかワンピがあるので、そこら辺はネット見てみようかなと思うんですが、ウォンで13万ウォンぐらいでした。1万5000ぐらいかな、はい、と思います。キンダーサロモンインスタ貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。次が、気になってたシサオです。シサオはイテウォンのエリアにあります。で、イテウォンエリアでそのノンフィクションもあったので一緒に行ったんですけど、今回私がシサオで買ったものは、じゃん、このトラベルキットを買いました。開けてもないので開けつつ行こうかなと思うんですが、こんな感じでポーチに入ってます。ここがレザーになってて可愛い。シサオって書いてある。で、中に入ってるのが4つ入ってて、シャンプーとコンディショナーとボディーソープと、これがボディーローションかなです。4つ入ってて、もうボトルもめっちゃ可愛い。こんな感じのボトルに入ってます。で、確か7000円いかないぐらいの価格帯だったので、ほんとなんかちょうどいいかなと思うんですけど、結構私こういうトラベル系のアイテムが好きなので、なんか見つけたら買っちゃいがちなんですけど、香水も結構迷ったんですけど、なんかこっちをゲットしました。なぜなら香水決めきられなかったのではい、っていう感じの資産のアイテムです。お店もめちゃくちゃ可愛いので、なんかお店だけ見に行ってもいいし、写真だけ撮りに行くでも可愛いかなと思います。結構なんかおしゃれな写真たくさん撮れたので。シサオってもう香水ブランドなだけあって、結構香りがいい香りするんですよね。これそれぞれ香りが違ったりするんですけど、この香りを一緒に持って旅先行こうねっていう感じで旅行の気分変えれるようなアイテムになってます。私、食べに行くと必ずシャンプーとトリートメント、コンディショナーをなんかこういうミニサイズのやつを持っていくので、なんかこれも次回どっかに行くとき持っていこうかなと思ってます。次がこちら、ノンフィクション。ノンフィクションは日本でも買えるようになったかなと思ってるんですけど、最近トゥモローとかにも置いてあったりしますが、私が買ったのは新作のハンドソープを買いました。これなんか新作で米粉の
パウダーが入ってて、スクラブにもなる感じで、かつオイルの成分も入っていて、洗い終わった後にすごくしっとりするような感じで、香りがウッディとシトラス系だった気がする。ここに書いてあるんですけど、メデュフォームシードオイルとライスパウダーって書いてあって、それが米粉のものとオイル成分があるので、ちょっとこれ使ってみたいなと思って買いました。なかなかハンドソープってオイルっぽいハンドソープ乾燥しがちなもの多い気がしているんですけど、これオイル成分入っているのでちょっと試しに使ってみようと思います。韓国のいいところはアイテムを買うとこういうものをたくさんくれるんですよね。シャンプーコンディショナー2つくれたと、これもサンプルで見て、もうボディーローションとボディーウォッシュをいただいたので、もうこういうのもね旅行に持っていけるかなと思うんですけど、私結構あんまこういうパウチ系のもの持ち歩かなくって、あんまり持ち歩かずに、やっぱさっきみたいなテンションを上げるためにこういうものを買いがちだったりします。ちなみに話を戻して、シサオでもいろいろもらったんですよ。これは香水の、テスターとハンドボディローションのテスター。これもね、開けるとなんかいっぱい入ってて、なんかこんなにいただいていいんですかみたいな感じのテスターがたくさん入ってて、これもいただけました。あとね、なんかこういうのってやっぱ9点見てても思いますよね。韓国はいろんなアイテムくれるんですか。これは何？ボディーローション、ハンドローション。これ香りが違うタイプのものをくれましたっていう、なんかいっぱい入っているので、こういうものもね楽しみつつ、また次行った時もこれ試した後にこれが良かったって言ってアイテム変えるといいんじゃないかなと思います。次がハンナムドンエリアなんですけど、ハンナムドンのエリアで買ったのがレクトです。レクトはずっと行きたかったんですけど、やっと行けたってことで、じゃん。まずはレクトで買った1つ目のアイテム、こちらはサンダルを買いました。サンダルを買ったんですけど、やっぱ毎回こういう袋に入れてくれるのが嬉しいですね。買ったサンダルがこちら。めっちゃ可愛い。これも私が超ツボな形のサンダルしてまして、私結構こういうなんか板みたいな靴が好きで、板みたいな靴に足首巻く系のもの、これ結構足が綺麗に見えるのでこの形めっちゃ好きなんですけど、10年ぐらい前、本当にいつだろう、10年は盛りすぎか、でもそんくらいかな、前に買ったサンダルを私未だに履いていて、それがもうボロボロになりすぎて似たようなサンダル探してたんですけど、レクトで見つけました。ちょっとほんと板みたいでなんか悪くならないといいけどな。ここがレザーになってる。金具がゴールドですね。こちらが53万5000ウォンですね。レクトで買ったものです。2026年1月販売ですって。これが1つ目と、もう1個レクトで買ったものがあるんですけど、それがこちらです。ワンピなんですけど、これめっちゃ可愛くて、肩がですね、結構ここがガバッと開くような、首元がガバッと開くような形で、ペンシルのワンピになってて、私着ると本当にもうかなりスレスレなんですけど、こんな感じです。レクトも私的にはちょっとサイズ大きいかもなと思ったんですけど、でもこれは大きく見えすぎなくって良かったですね。友達のこの前結婚式に着てったんですけど、みんなにめちゃくちゃ褒められました。後ろがね、ここスリットにこうやってなってて、なんか結構周りの子が「そのワンピどこで買ったんですか?」って聞いてくれたんですけど、レクトで買った。マジで可愛いです。サイズが S サイズで、ポリエステルでできてるので、マジでシワにならない素材をしております。気を使う時でもこのシワにならない素材だけどちょっとしっかりちゃんと見えるみたいなアイテムはいいかなと思います。レクトで買ったものは以上2つ。次がなかなか行かないエリアだと思うんですけど、韓国のヨイドに現代百貨店って書いてヒュンダイ百貨店が確か 5,6 年前に新しくできて、そこがもうほんといろんなブランドめちゃくちゃ入っているショッピングモールなんですよ。で、そこになんとテクラの、ショップがあって、
テクラって本当に日本だと取り扱ってるところでしかあんま見れないと思うんですけど、もうフルラインナップ全部あったので、そこで気になってたものと、なんだこれみたいなものを見つけて買ってきました。ここで買った一つ目が、一つ目がですね、こちら。トランクスみたいな感じなんですけど、パジャマです。夜寝るときに履くパジャマ。これ私ネットでずっと気になってて、でもサイズ感もわかんないし、なんか生地感もわかんないからちょっと買うの怖くてやめてたんですけど、実物見て、ピンクとか水色とかいろいろあったんですけど、一番水色がテクラっぽいかなと思って水色にしました。お値段が、これがね、XS で11万5000ウォンです。めっちゃ可愛い。ここがね、ちゃんとテクラってタグがついてます。ハンドタオルとかよく買えると思うんですけど、なかなかこういうアイテムをネットじゃないと見れないと思うので、見れるタイミングで買ってまいりました。もう一つが、じゃーん。これはもう私は何度も使っているアイテムなんですが、テクラのバッグです。こういう感じで肩にかけれて、で、中が、かなり使い勝手が良くてですね、中に、見えるかしら、こんな感じで、これも私ここにパソコンを入れてるんですけど、パソコン入れる用のポケットと、その中にもこういうジップのポケットがついていて、さらに、ここの裏にスマホ入れれる用のポケットがついている感じです。テクラのこのタグがかわいい。あとね、ブラックもありましたが、なんかちょっとブラックはスミクロっぽい色、真っ黒じゃなかったので、コーデ的に白の方が可愛いかなと思ってホワイト買いました。一泊の旅行とかにすごくいいかなと思います。以前マリメッコのバッグ紹介したと思うんですけど、あれよりもちょっと大きい感じかな。かなり大容量でいろいろ入ると思うので、こちらはなんか一泊旅行とか、日々私仕事行く時とかに、オフィス行く時とかこれ使ってたりするんですけど、またなんかインマイバッグ紹介でもしようかなと思います。最後がこちら。ソースに新しいオリアンの携帯ができて、N っていうオリアンで買ったものを紹介していきます。マジでめっちゃ入ってるので、ちょっと一個ずついこうかなと思うんですが、まず、なんかみんなが持ってて気になったものがこちら。じゃん。これがかぼちゃのお茶なんですけど、100% かぼちゃでできているかぼちゃのお茶です。で、かぼちゃのお茶ってなんか韓国の方よく飲むみたいなんですけど、Nothing Better ってブランドで、ホーバク茶って読むんですけど、このタイプと、こっちのなんか、パウチタイプもあって、これを結構買ってる人がいた。これ1500ウォンぐらい、200円多分しないぐらいだと思うんですけど。で、こっちが箱のタイプ。この中に、こういう、本当にもう、お茶のティーバッグが入っている感じです。みんな買ってたので、試しに買ってみようと思って買ったんですけど、この前、ディズニーランドで並んでる時にこれ飲んでる人がいて、日本の方でも結構知ってんだなと思った、記憶がございます。かぼちゃのお茶ってむくみをすごく取ってくれるらしくって、私本当にむくみやすいタイプなので、むくみ予防で飲んでみようかなと思って買ってみました。韓国って今、スキンケア系よりもインナーケアがすごい流行ってるらしくって、この N の中にもインナーケアのブースがあって、もうドワーってインナーケアアイテムだらけ。もう何買っていいかわかんないぐらいの感じだったんですけど、ちょっと気になってたインナーケア類をいろいろと買ってまいりました。次がこれなんですけど、このブランドさん、飲むゼリーみたいな感じで、オーニストのケラグローマンゴーっていうアイテムです。普通のインナーケアゼリーって、お肌を整えるとか、お肌を良くする系のインナーケアアイテム多いと思うんですけど、これなんとケラチンが入ってるんですよ。で、ケラチンが入ってるから、髪の毛とか爪のケアになんかいいらしくって、だから髪のパサつきとか、最近私爪めっちゃ薄くなっちゃって爪割れやすいんですけど、そういうものに対して飲むやつでゼリーを買ってみました。本当にめっちゃいろんなブランドがある中でこれをなぜ買ったのかっていうと、以前から飲んでるもので、オーエニストのトリプルコラーゲンのオレンジを今まで結構飲んでて、これめっちゃ美味しいんですよ。普通になんかオレンジジュースみたいな感覚で、小腹が空いたらこれ1本みたいな感じで私飲んでたんですけど、インナー系って味結構まずいのあると思うんですけど、味が美味しかったのでこっちも大丈夫そうかなと思って
買ってみました。まだ飲んでないので飲んでみようと思います。味はただのオレンジジュースなので、よかったら皆さん飲んでみてください。韓国だと食べるヘアケアって言われてるっぽいので、ちょっと私も最近髪のパサつき結構気になってて、髪質改善のトリートメント結構通ってるんですけど、そういうのも含めて髪のケアになるといいなと思っております。次がインナーケア続きでこちら。これはね、インスタで紹介されてる方結構いるので知ってる方多いかもなんですけど、ラクトフィットのアイテムです。これはね、生きた乳酸菌のサプリなんですけど、膣由来の特許の乳酸菌が入っていて、腸活とかデリケートゾーンに良い系の、アイテムです。中身が腸内環境を整えるプロバイオティクスと、さっき言った乳酸菌が入ってるクランベリー味らしいです。粉のタイプなので水と一緒に飲むタイプ。これも飲んでみようかなと思います。アラサーだからこそ、インナーケア最近すごい私は気になるようになって見てるんですけど、なかなか今までインナーケアに対して興味を示さなかったんですけど、最近こういうアイテムが韓国とかでも流行りだして私も見るようになったんですけど、まあそんな感じ。で、デリケートゾーン続きでこちらです。これがデリケートゾーン専用のソープなんですけど、鎮静抗菌匂い取りみたいなアイテムで、産婦人科のテスト済みらしくって、ビーガン処方になっているアイテムで、私これ以前9点で買ってからずっと使っていたので、デリケートゾーンってソープを pH の違いでちゃんと変えた方がいいっていうのがあるので、それ聞いてから分けて使っているような感じです。ちなみにボトルが可愛いから私は気に入ってます。次が、これめちゃくちゃ気になっていたヘアケアなんですけど、240度の高温の熱でも熱のダメージから髪を守る、ミルクなんですけど、髪を乾かす前に塗るもので、結構インスタとかでも見て良さそうだったので買いました。でね、多分これ、このブラシがついているんですけど、ビフォーアフがもう綺麗すぎて気になってて買ったんですけど、私今アナムのヘアオイルを使っていて、それも普通にすごい良かったので、でかいなこれ。結構なサイズのブラシが入ってました。これ乾かすときに使うのかな？ちょっとやってみようと思うんですけど、最近ヘアケアのアイテムでめちゃくちゃいい三種の神器みたいなものを手に入れて、ダイソンのドライヤーって皆さん髪めっちゃツヤツヤなの知ってますか？今まで私リファのドライヤー使ってたんですけど、リファのドライヤーの方が普通に髪ツヤツヤになるなと思って使ってたんですけど、乾きが遅いのが気になって、ホテルにダイソン置いてあったものを使ったら、めっちゃ髪乾くの早いじゃんってやっぱなって、ダイソン最近買ったんですね。で、ダイソンにくっついてる、そのブラシをセットして髪をブローすると、これ今もうダイソン後なんですよ。マジで、もう髪サラサラだし、まっすぐになるっていう、もうヘアアイロンいらないじゃんぐらいの三種の神器を手に入れまして、またどっかで紹介しようと思いますが、髪ツヤツヤにならなくてドライヤー悩んでる人はマジでダイソン買った方がいいと思います。次が、こちら。これが EasyDew の美容液なんですけど、EasyDew が、デーン製薬っていう製薬会社さんが、独自の特許を持っているこの EGF っていうものが入っていて、EGF って何かっていうと、肌のコンディションを整える、正規成分らしいんですよ。で、そこにビタミンが 25% 入っているっていう美容液。なので、かなり毛穴とかくすみケアになるやつなんですよね。私最近くすみが結構気になっているので、ちょっとこの 25% ビタミンと EGF を取り入れたものを使ってみようかなと思うんですけど、EasyDew っていうのが普通にオリアンとかで買えるんですけど、このデーン製薬が出しているピュレアジーっていうものが肌をね、守り系のアイテムがあって、私それのクリームなのかなあれを使っていて、デーン製薬が出しているこの EasyDew っていうのがオリアンで買えるよっていうのを聞いたので、今回買ってみました。使ってみようと思います。最後が信じられないくらい大量のパックたちを紹介してまいります。まず、今の紹介続きで、これなんですけど、この根元系のくすみをケアするアイテムで、さっき言った EGF とナイアシンアミドとトラネキサム酸とグルタチョンが入っているらしい。私これ、顔面に貼るものだと思って買ったら、ここだけのやつだったんですけど、これ普通に貼ったら良かったので、使ってみていただけるとです。パックの一つ目がこちら。
これが水分プギゲルマスクって言うんですけど、むくみを取るためのマスク、ゲルマスクなんですよ。普通のマスクとちょっと違うのかな。成分がヒアルロン酸とカフェインが入っていて、乾燥とむくみを同時にケアするパックらしいです。これまだ使ったことないので使ってみようと思うんですけど、カフェインが血管収縮作用があって、で、むくみを、取るというか、らしいです。調べたところによると。朝起きて私、顔パンパンで一重になること全然よくあるんですけど、なんかそういう時に使ってみようかなと思います。多分、夜より朝向き、旅行中で顔、なんかめっちゃむくんでるとか、お酒飲んで朝顔やばいとか、塩分取りすぎて顔やばいみたいな時に、朝使おうかなと思います。次が同じブランドで、こっちがビタミン C とレチノールが入っているパックです。これはもうほんとそのままツヤとハリ系のパック。こっちは多分夜に使った方がいい系のパックかなと思います。次がこちら。メディアンサーのビタコラーゲンナノショットマスク。これはビタミン C とコラーゲンのマスクなので、くすみ系なのかな。本当にくすみが気になるので、そういう時に使うかなと思います。次が、私がちょっと気になってたブランドで、最近これよくインスタで見るんですけど、ラウンドラボのこのドクトマスク、鎮静系のパックなので、日焼けした後とかにいいのかなって思ってるんですけど、多分肌に水分をたくさん入れる系のパックだと思っております。次が日焼け系で、こっちも多分日焼け後のやつ。これがグーダルのマスクで、ドクダミとヒアルロン酸が入ってるやつ。こっちも乾燥だったりとか鎮静ケア系のものなんですけど、クーリング作用が入ってるんですよ、このマスク。ほてった時に使える系のやつです。同じブランドで、なんかビタミン系のやつもあったので買ってみました。あとは、一番大量に買ったのが、アビブのこいつらなんですけど、これは桃たちを大量にゲットしてきました。はい、桃たちです。この辺もあれかな、くすみ系かな。くすみと乾燥系のアイテムですね。もう一択はい、今の悩みはくすみと乾燥でしかないので、そこら辺のアイテムをたくさん買ってみました。ちょっとなんか表にまとめて見てみていただけるといいかなと思います。以上、韓国で買ったものたちのご紹介でした。ぜひ韓国 Vlog も見てみていただけるとです。